みんないつも見てくれてありがとうなのだ。今日も元気いっぱいのずんだもんなのだ。今日ずんだもんがみんなに紹介するのは、自由と夢の国、アメリカ合衆国なのだ。実はね、みんなが知ってるアメリカの国旗、あの星が50個あるデザインは、ある高校生が歴史の授業の宿題で考えたものなんだって。しかも、その時の先生からの成績は、まさかの B マイナスだったらしいのだ。びっくりだよね。今日はそんなアメリカの、とってもホットなニュースを全部で5つ、ぎゅっとまとめてお届けするのだ。中でもずんだもんが特にみんなに注目してほしいのが、3つ目のニュースなのだ。シュリア・ロバーツ、最新作のメトゥ批判に反論という記事なのだ。シュリア・ロバーツさんの最新映画、アフター・ザ・ハントが、メトゥ運動後の現代において、女性の告発に疑問を投げかけているのではと批判されちゃったらしいのだけど、本人は、困難だけど、ものすごく重要な会話を始めるため、だって、堂々と反論しているのだ。一体どんな映画なのか、どんな会話が始まるのか、とっても気になるのだ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録、ぜひぜひよろしくなのだ。それでは早速、一緒に見ていくのだ。さあ、今日はアメリカ合衆国について紹介するのだ。北アメリカ大陸の真ん中に広がる大きな国で、東は大西洋、西は太平洋に面しているのだよ。北はカナダ、南はメキシコと国境を接しているのだ。首都は歴史と政治の中心であるワシントン DC なのだ。アメリカは1776年にイギリスから独立して、世界で最も古い民主主義国家の一つを築き上げたのだ。政治体制は、共和制と連邦制を組み合わせた大統領制で、国民が選んだ大統領が国のトップを務めるのだよ。人口は約3億3000万人と、世界で3番目に多いのだ。この国最大の魅力は、その驚くほどの多様性なのだ。世界中から人々が集まって、様々な文化が混ざり合い、新しいものが生まれているのだよ。主要産業は、IT、金融、エンターテイメント、製造業、農業など、本当に幅広いのだ。特にシリコンバレーからは、AI や宇宙開発といった最先端技術が次々と生まれ、世界のイノベーションを牽引しているのだ。映画や音楽などのポップカルチャーも、世界中に大きな影響を与えているのだよ。最近では、技術革新はもちろん、気候変動への対策や、社会における多様性や公平性をどう実現していくかといった議論が活発に行われているのだ。自由と挑戦の精神を大切にするアメリカの魅力、伝わったかな？また別の国も紹介するのだ。一つ目のニュースなのだ。ミネソタ銃撃犯、教会にタクティカルギアと大量の武器持ち込み、記録で判明、という記事なのだ。ミネソタ州の教会学校で起きた恐ろしい銃乱射事件について、新しい記録が明らかになったのだ。この事件では、2人の子供が命を落とし、他にも18人が負傷したのだ。容疑者のロビン・レストマン容疑者、23歳は、AR-15 型のライフルや散弾銃、拳銃などで重武装して教会に乗り込んでいたことが分かったのだ。警察が現場の教会で見つけたのは、弾薬の他に、煙幕灯のようなものが取り付けられた木の板や、マガジンポーチのベルトなどだったのだ。レストマン容疑者は現場で頭を撃ち抜き、自殺したと見られているのだ。彼はマスクと黒いタクティカルギアを身につけていたのだ。犠牲になった8歳のフレッチャー君と10歳のハーパーちゃんは、教会の椅子の上で見つかったのだ。容疑者は、父親が所有するグレーのバンで教会に到着したのだ。捜査によって、レストマン容疑者が以前この教会と学校に通っていたことや、彼の母親も教会学校で何らかの形で働いていたことが分かったのだ。教会内には広範囲に血痕があり、外には血のついた緑色のシャツが2枚見つかったのだ。警察は数十もの血液サンプルを回収して調べているのだ。現在、警察はウェストマン容疑者の動機を解明するため、
彼の関係する場所からさらなる証拠を探しているのだ。具体的には、銃器や爆発物、弾薬、武器の購入方法を示す金融記録、そして携帯電話やノートパソコン、さらに計画や動機、標的、イデオロギー、不満などを記したマニフェストやメモを探しているのだ。悲しい事件の全容解明が急がれるのだ。2つ目のニュースなのだ。レッドソックス、2100万ドルで契約したばかりの投手を放出という記事なのだ。レッドソックスが大型契約で獲得したウォーカー、ピューラー投手を放出することになったのだ。彼は8月29日にリリースされたのだ。レッドソックスはリューラー投手に先発ローテーションの柱として期待して1年2105万ドルの契約を結んだのだ。でも残念ながら彼はチームで本来のピッチングを見せることができなかったのだ。22試合に先発したうち9試合で5イニングを投げきれず、8試合では4点以上を許してしまうなど苦しい成績だったのだ。最近はブルペンに降格していたけど結局チームを去ることになったのだ。レッドソックスは現在リーグのワイルドカード争いでトップを走っているのだ。サイ・ヤング賞候補のギャレット、クロセ投手、ブライアン、ベロ投手、ルーカス、ジオリート投手の活躍で好調を維持しているのだ。負傷者も出た中、チームは22歳のトッププロスペクト、ペイソン・トールン投手を昇格させ、彼がデビューすることになったのだ。トールン投手はマイナーリーグで素晴らしい三振ダッシュ能力を見せていたのだ。ピューラー投手は去年ロサンゼルス・ドジャースで2度目のワールドシリーズを制覇し、シリーズでは素晴らしい活躍を見せた経験豊富な投手なのだ。ワールドシリーズでの防御率はなんと 0.47 なのだ。でもレッドソックスでは防御率 5.45 とキャリアで最低の成績に終わってしまったのだ。奪三振率も過去最低なのだ。今回の放出でも2025年に彼には2105万ドルの契約が保証されているのだ。レッドソックスにとってプレーオフ争いを勝ち抜くための苦渋の決断だったのだ。3つ目のニュースなのだ。シュリア・ロバーツ最新作のメトゥー批判に反論という記事なのだ。シュリア・ロバーツさんの最新映画アフター・ザ・ハントがベネチア映画祭でとっても大きな論争を巻き起こしているのだ。この映画はメトゥー運動後の現代において女性の告発を信じることの大切さにもしや疑問を投げかけているのではと一部の観客から批判の声が上がっているのだ。でもシュリア・ロバーツさん本人はこの批判に堂々と反論しているのだ。彼女はこのサイコスリラー映画は困難だけれどものすごく重要な会話を始めること目的としているんだってそう主張しているのだ。映画の中ではロバーツさん演じる大学教授が教え子が男性同僚から不適切な行為を受けたと告発したことで講師にわたる大変な問題に直面するのだ。記者会見でロバーツさんは映画が古い議論を再燃させるという指摘に対しそれはむしろ良いことなんだって言っているのだ。女性同士が対立したり支え合わなかったりするそんな議論を復活させるだけじゃなくてたくさんの古いテーマがもう一度活気づいて新しい対話が生まれるきっかけになるんだってそう語っているのだ。そして何よりも嬉しいのは観客の皆さんが映画を見終わった後もずっとその内容について話し合っていることなんだってそれこそが私たち制作者の狙いだったのだ。映画が皆さんの心の中にいろいろな感情をかき混ぜて自分が何を強く信じているのか気づくことができるならそれは最高の成果なんだってロバーツさんは自信たっぷりに言っているのだ。この映画を監督したのは君の名前で僕を呼んでチャレンジャーズで有名なルカ・グアダニーノさんなのだ。ハリウッドではメトゥ運動以来性的不正行為が常にホットな話題になっているけれどこの映画もそのテーマを真正面から扱っているのだ。ロバーツさんは
私たちは何か特別な声明を出しているんじゃなくて、その瞬間にいる人々の姿をありのままに描いているだけと説明しているのだ。論争そのものが目的じゃなくて、皆さんに積極的に会話に参加してもらうこと、それが一番の願いなんだって。この映画が皆でいろいろなことを語り合うきっかけになれば、それは私たちが達成できる最もエキサイティングなことなんだって、彼女は力強く締めくくっているのだ。4つ目のニュースなのだ。トランプ、ハリス氏のシークレットサービス警護を解除。プラン B はという記事なのだ。トランプ前大統領がカマラ・ハリス前副大統領のシークレットサービス警護を打ち切ると発表したのだ。ハリス氏は全国ブックツアーを控えているからとても困る状況なのだ。元シークレットサービス関係者によると、民間警備会社ではシークレットサービスと同じレベルの警護は絶対にできないのだ。民間企業は脅威に関する情報へのアクセスが限られているし、サイバー攻撃や化学兵器への対応の専門知識もシークレットサービスには及ばないのだ。それに車列の確保や群衆の整理に必要な人員や法的権限もないのだ。ハリス氏は年間数百万ドルを費やしても十分な警護は得られないだろうと言われているのだ。前副大統領保護法では退任後6ヶ月間の警護が認められているけれど、バイデン前大統領が退任前にハリス氏の警護を1年間延長していたのだ。でもトランプ氏はその延長を9月1日付で打ち切るよう指示したのだ。トランプ氏はこれまでにもショーン・ボルトン元国家安全保障顧問、ロバート・オブライエン氏、マイク・ポンペオ氏、バイデン氏の成人した子供たち、アンソニー・ファウチ博士など多くの要人の警護を打ち切ってきた前例があるのだ。これは新旧政権間で通常行われる非公式な慣例。オバマ氏がチェイニー氏を、バイデン氏がトランプ氏の家族を延長したことに反する異例の行動なのだ。シークレットサービスはハリス氏の脅威評価を定期的に言っているけれど、その内容は機密事項だから公開されていないのだ。脅威があるかどうかは不明なのだ。ハリス氏の支持者やトランプ氏の批判者たちは、トランプ氏が政治的な報復をしていると非難しているのだ。カリフォルニア州知事のギャビン・ニューサム氏らは、ハリス氏のための代替警備措置を検討しているのだ。ハリス氏自身は、長年の警護に感謝するコメントにとどめているのだ。トランプ氏のこの指示が、ハリス氏の安全を危険にさらすだけでなく、政治的な駆け引きの一環として警備が利用されているのではないかという懸念が高まっているのだ。要人警護の重要性を考えると、とても心配な状況なのだ。5つ目のニュースなのだ。平静を保てて、シカゴ警察トップ、トランプ氏の部隊派遣を前に警告、という記事なのだ。トランプ政権が、移民取り締まりのためにシカゴへ国家警備隊を派遣するかもしれないって、シカゴではみんな心配しているのだ。シカゴ市警のラリー・スネリング所長は、市民に、平和的に抗議してほしい。って強く呼びかけているのだ。連邦部隊や国家警備隊は、死刑とは違うルールで動くから、邪魔したり、ぶつかったりしないように注意が必要なのだ。過去にはロサンゼルスやワシントン DC にも派遣されたことがあったのだ。イリノイ州の JB プリツカー知事もマスクをつけた身元不明の隊員がいる検問所ができるかもしれないって警告しているのだ。でもシカゴの非暴力の抵抗の伝統を守って平和的に抗議してほしいってお願いしているのだ。死刑のスネリング所長は、シカゴ市警は連邦部隊の移民取り締まりには協力しないって明言しているのだ。でも彼らの活動を妨害することもないのだ。そしてシカゴ市警は住民の移民ステータスについては気にしないって言っていて、市民の安全と支援を最優先するって強調しているのだ。一方でシカゴの有力な教師組合のステイシー・デイビス・ゲイツさんはトランプ大統領の部隊派遣を占領軍みたいだって批判しているのだ。この派遣は混沌としていて攻撃的で威圧的で不必要で
人種差別的だって訴えているのだ。軍事行動に使う何百万ドルものお金はむしろ食料や医療、教育などシカゴ住民の支援に使うべきだって主張しているのだ。デイビス・ゲイツさんは以前の移民取り締まりでラテン系の生徒の学校出席率が下がった経験から、今回は黒人の生徒たちにも同じような不安が広がるんじゃないかって心配しているのだ。連邦部隊の取り締まりが不当に黒人居住区に及ぶ可能性を懸念しているのだ。シカゴでは暴力犯罪の件数が減っているのに、軍隊が派遣されることに疑問の声も上がっているのだ。移民支援団体、イリノイ州移民難民権利連合はホットラインを増強したり、迅速対応チームを準備したりして、住民が逮捕された時に自分の権利を知れるように支援しているのだ。広報担当のブランドン・リーさんは、平和的な抗議を続けることでトランプ大統領の煽り実らずに家族や地域を守れるって信じているのだ。みんなで団結して平和的に声を上げることが大切だって言っているのだ。今日はアメリカ合衆国の多様な側面を紹介したのだ。悲しい事件、熱い政治議論、エンタメやスポーツの話題まで盛りだくさんだったのだ。自由と挑戦の精神を持つ国だからこそ、その光と影、両方に注目し続けるのだ。これからも世界の今を一緒に見ていくのだ。また次回の放送も楽しみにしてほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。